こんにちは、サイです。初めてライブ 2D でモデルを作成してみました。この動画は YouTube のライブ配信をつなげたものです。まだまだ作り足りないところもありますが、一通り完成することができました。初心者なりに試行錯誤しているところをそのまま動画にしています。よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。ツールは SAI2 を使っています。絵を描くソフトは PDF で保存できれば何でもいいと思います。自分はクリップスタジオを持っているんですが、機能がたくさんありすぎて使いこなせないので SAI2 を使っています。このイラストはファンアートです。せっかく作るのであれば好きな配信者さんを作る方がやる気が出ます。ここからパーツ分けをしています。自分はちゃんとレイヤーを分けて絵を描けないので、完成した絵から切り出して消しゴムで消しています。一枚絵で隠れている部分も後で書き足しています。分ける位置は公式の動画を参考にしました。作ってみて分かったのは、とにかく細かく分けておくことです。ライブ 2D では分かれているものをくっつけるのは簡単です。ですが、分かれていないものを分けるのが非常にめんどくさいです。もちろん後で修正データを読み込むこともできるのですが、何かと作り直しが発生します。イラストの段階で細かく分けておくと、ライブ 2D の作業が楽でした。レイヤーの名前はちゃんと付けておいた方がいいです。自分の場合はこんな感じで、下半身アンダーバー右足とかにしています。ライブ 2D にデータを入れたときに、フォルダの構成とは別に管理が必要になります。なので、レイヤーにも名前をちゃんと付けておく方が管理しやすいです。隠れている裏地も書いていきます。髪の毛は最終的に28パーツになりました。全レイヤーは約200パーツです。これにてイラストは完了です。PDF で保存してライブ 2D の作業に移ります。初めてのライブ 2D の作業です。無料版を半日触ったことがあったのですが、本格的に動かすのはこれが初めてです。まずはじめに公式の動画を見ながら目の開閉を作りました。口の作成からライブ配信を開始しています。ここで先に書いた口のガイドが役に立ちます。ガイドはこんな感じです。母音を用意しました。実はこの口の作成は失敗でした。後で作り直しをしています。口の中身を肌色で隠す方法で作っていたのですが、斜めの顔を作るときに合わなくなりました。後で口の中身をマスクで隠す方法で作り直しています。ここまでがライブ 2D1 日目の作業でした。1日目で作ったデータはほとんど使えなかったんですが、試してみると勉強になります。新しいことを試すのは好きなので、わからないながら楽しい作業でした。2日目の作業です。デフォーマーについて勉強しています。ここからの作業も失敗例です。メッシュを切らずにデフォーマーだけで髪の毛を動かそうとしています。思い通りに髪の毛が作れずにライブ中に悩んでました。ここの作業中にデフォーマーをきれいに動かすにはメッシュが重要だということに気がつきました。ここから立体を意識してメッシュの割り直しをしています。僕のメッシュはこんな感じです。なるべく立体を意識してメッシュを割り直しました。初めての作成なので間違っているところもありそうですが、このメッシュの割り方にして思い通りに動かしやすくなりました。デフォーマーを動かす前にメッシュを割るのは当たり前のことなのかもしれないんですが、そのことに気づけてよかったです。ここから3日目の作業です。顔を作っています。顔を作るのが一番楽しいんですが、一番難しいです。見返してみると、まだまだ作り込めそうなところがありそうです。
ライブ 2D には X 値と Y 値の他に Z 値があって、横向きの X 値を作るのも難しいんですが、そこから上下の傾きと首の Z 値の傾きが加わります。顔の中にまつげや開いた口などのパーツが組み合わさって、顔がどの状態に傾いていても波状しないように作るのが結構難しいです。特に口の中身が難しいと感じました。ここから髪の毛を作り直しています。メッシュの割り直しをした後なので、デフォーマーがうまく動きました。最初、髪の毛は20パーツくらいだったのですが、ライブ 2D の作業中に足りないパーツが出てきて、最終的には28パーツになりました。もっと少ないパーツでも作成できそうですが、僕の絵柄だと少し多くなってしまいました。デザインによっては6パーツくらいで済むと思います。配信する方の枠にもよると思うんですが、こういったモデルは胸より下があまり映らないので、胸より上のパーツが多くなると思います。細かく分ければ分けるほど綺麗な作りになると思うんですが、その分作り込みに時間がかかるので、どこまで凝りたいかはモデレーター次第になると思います。髪の毛を作るのは楽しいです。付属表示されているのがイラストの段階で書いたガイドです。ライブ 2D で作っていると問題なく見えるんですが、ガイドの絵と比べると全然違って変だったりします。普段の絵と鼻の位置が違ったりするので、ガイドがあると修正しやすかったです。ここから延々と顔の調整を行っています。角度 X と Y 値の顔の作りは、とにかくメーターを動かして崩れているところがないかを細かくチェックしていきます。僕の角度 X と Y 値の顔の作りです。一番視線が行くのはやっぱり目なので、目の位置を基準に考えました。こう見るとまだまだ作り込みが浅いです。この時はまだ知識が足りなくて、X 値と Y 値をここまでしか作ることができませんでした。ライブ 2D で真横まで作れることができるみたいなので、ここからもっとチャレンジしてみたいです。4日目の作業です。少しだけショートカットにも慣れてきて、作業のスピードも上がっています。普段自分が使っているソフトと少しだけショートカット位置がずれてて、結局1本作っただけでは慣れなかったんですが、もう少し作ったら慣れそうな気がします。今回は一度作ってみたいと思って1ヶ月のライセンスを買いました。ライブ 2D を作るのはかなり面白かったので、また作りたくなったらライセンス購入しようかなって思ってます。この日くらいから機能の理解もできてきて、新しい技術も取り入れてきました。硬いものと柔らかいものの表現を変えて作れるくらいにもなりました。帽子をかぶった差分や眼帯や上着の差分も作っています。最初の方のライブ配信では結構手を止めて公式のガイドを読んでたりしたので、何も動いてない時間があったかと思います。配信を見てくださっている方にはちょっと申し訳ないなって思ってました。もっと勉強してから配信すればよかったかなと。ライブ配信にお付き合いくださりありがとうございました。自分はあまり喋りが得意じゃないので、配信中になんか面白いことを言えたりしないんですが、これからも絵を描いたり、ライブ 2D を作ったりすると思いますので、またお付き合いいただけると嬉しいです。もしよかったらチャンネル登録お願いします。これで一旦体のモデルが完成しました。嬉しくてオートで動かしてます。完成してからも付属品を作りたくなって追加で作業をしました。このモデルになった配信者さんの前のデザインがドクロの顔で、僕はそっちのデザインも好きなので、ドクロの仮面を作りたくって追加しました。あと、タバコも吸われているので、それも追加しています。電子タバコっぽいですが、葉タバコで作ってます。作り終えてからも、ライブ 2D でいろんな機能があるのを知って、あれこれ作りたいものが出てきました。技術が追いついてなくて、本来動かしたかったところもまだまだあるので、これから勉強してもっとかっこよくできたらいいなって思ってます。これにて完成です。
最後まで見てくださりありがとうございました。